はようございます。魚屋の森です。さあ今日は何の日かな。出張の持ってく荷物ってどんなんですかっていうのをご質問いただいたりするんで、今日パッキングをやってみたいと思います。私本当にめっちゃ荷物少ないんですよ。結構こう省エネ違うな、なんて言うんだっけ、荷物がちっちゃい人、マイクロウェーブじゃない、なんだっけ、あるじゃないですか。忘れちゃった。で、日帰りで行けるとか日帰りで行くんですけど、今日一泊で行ってきます。なのでこれで行きます。まずパソコン、かわいいアラスカで買ったシール、あとメイクポーチで、私コンタクトなんですけどめっちゃ目悪くてメガネが好きなのでメガネを持ってきます。基本移動中とかはメガネで、なんか撮影始まると変えたりします。で、あとはなんかホテルのルームウェアがあんまり好きじゃなくて、だから持ってきます。ショートパンツと何の日かの T シャツ、だいたいこのセットで、服はだいたい下いつもジーパンなんですよ。っていうかいつも365日ジーパンなんですけど、このジーパンはもうそのまま次の日も履いて、ちょっと汗かいたりすると気持ち悪いから上だけ持ってきます。そうするとなんかもう荷物がだいぶ減る。で、あとはサプリ系。私なんか耳の突発性難聴やったじゃないですか。その時オンラインサロンのメンバーから蜂の子飲むといいよって言って、これみんなからねいただいたんですよ。で、嬉しくてちょっと毎日続けて飲んでます。で、あとは化粧品か。スキンケアはメイク落としと美容液とオールインワンジェルみたいな、これが出張の時から使えます。で、今日はね、このオールインワンジェル、これがね、ちょっと海苔を活用した化粧品。海苔が最近結構不良で大変なんですよ、海苔業界。今日の取材はね、これもここに兼ねて行ってきます。で、あとはワセリン、乾燥するんで。で、あとは移動中に読む本。この前とかだと6時間移動とかもそんなのがザラなので、味一問目、これ大好き。あとこれは常にバッグに入れてます。旬の魚、ウエカツさんのやつ、面白くて。あと名刺はもういっぱい入れてます。こんだけすぐなくなっちゃうから、いろんな人に会うからね。で、鼻炎なのでティッシュで、あとミンティア、眠気覚ましとか、朝早いロケ多いしね。で、私は携帯の充電がすぐなくなるで有名ですので、携帯充電器。あとはこれは今日取材先の方へのお土産ですね。だいたいなんか最近持っていくのは自分の著書とか、何の日かなグッズのキーホルダーとか、ステッカーとか、あと名古屋のなんかちょっと有名なお菓子とか。でも本だとなんか場所も取らないしいいかなと思って、宣伝も兼ねて、せっかく一緒に仕事するのは知ってもらいたいなと思ってお渡ししたりしています。あとはこれが重いんだよね。カメラ、ソニーの 4K の、これでいつも YouTube 撮ってるんですけど、これがコールマンのハンディタイプの照明、これも一緒に持っていって、こっちがカメラ機材、マイクと一緒にね、こんな感じでいきます。撮影があるとこれくらいかな。なんで自分の私物があんま入れられないのでコンパクトにしてます。ということで出張行ってまいります。大阪大東市っていうところに来たんだけど、今日の取材はこちらです。海苔屋さんですね。昨今海苔の値上げの話題あるじゃないですか。不漁が続いてるっていうので、ちょっと海苔の現状をですね取材させてもらいたくて、今日はここ西部海苔店さんにお伺いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。西さん、この会社ってそこで小売りもやられてるんですけど、すごく歴史がある風貌ですけど、長いんですか？この会社は大正13年なんですけれども、創業が大正13年ですか？大阪天満でうちの祖父が創業しまして、でこちらの方に業務効率化で1994年あたりに、こちらの方にうちの父がまとめてですね。お父様が2代目ですね。2代目です。ここで全て営業から製造からここでまとめてやっております。なるほど、はい、私よりじゃあ先輩ですね。大先輩ですね。全然先輩ですね。そうですね、はい、ずっと海苔をやられてるんですか？そうですね。大正時代、昔は焼き海苔の前の干し海苔で寿司を巻いたりしてましたから。なるほど。
そうです。だから干し海苔のまま全国になるほどうちの祖父は問屋として発送しておりましたね。もともとその加工品っていうよりかは原料の卸問屋さんだそうですそうです。はったんですね。い。じゃあ今はこういう加工品も作られてるってことですもんね。いっぱいありますけど。そうですね。もう100%加工100%品の全国の外食産業さんに向けて発送しております。私がさっき聞いた中でもすごく有名なラーメンチェーン店さんとか、はい。ね、もう皆さんが知ってるようなお店さんに海苔を卸されてるので、皆さんもしかしたら西部さんの海苔を食べてるかもしれないってことですね。十分あると思います。ね、はい多分あると思います、はい。あそこに見えるのが工場ですか？そうです。あそこで製造をしております。加工をしておりますね。私はい海苔の工場って見たことないんですけど、はい。覗いてみてもいいですか？あ、全然大丈夫です。やった、はじゃあお邪魔してみましょう。い。はい。ここから先は西出さんの弟さんによろしくお願いします。お願いします。喧嘩はしないですか？喧嘩は昔はよくしました。今はさすがにしないです。ああ、そうだ、やっぱ年とともになくなるんですね。そうですね。私も妹と一緒に働いてるんですけど、しょっちゅう喧嘩します。まあ喧嘩するほど仲がいい。そうですね。す言いますからね。ごいいっぱい。これ全部海苔ですよね。全部海苔です。確認ですけど、すごい量ですね。これ宮城の海苔。あ、宮城県さん有名ですもんね。はいはいこれはもう韓国なんですけども、あと佐賀、向こうは兵庫の海苔もありますし。佐賀、おお、愛知もある。愛知もあります。愛すべき地元の愛知の海苔美味しいですよ。じゃあ全国から買い付けをしてここで海苔に加工してるってことですね。へえ、こんなに買い付けするの大変ですね。そうですね。やっぱりその産地によっても特徴がありますので、その特徴に合わせてお客さんが求める商品を作り上げていく。そうですね。なるほど。ちなみに愛知の海苔はどんな特徴があるんですか？味がよく、はい使いやすく、香りもいい。いいところだらけ。そうですね。兵庫は九州ほど味はなくて、プラスちょっと固めなんですね。パリッとしてる。パリッとしてる。で、ちょうど中間が愛知の海苔。あ、バランスが取れてる。そうですねなるほど。これは何するとこですか？ここは一枚一枚海苔がこの焼き窯に入っていきまして、焼き窯なんですね。ああいう感じですね。ああ、一個一個焼くんですか？一枚一枚焼いていきます。大変だ。これはどこに行くやつですか？こちら普通の一般のお寿司屋さんですね。じゃあ業務用の卸。業務用の海苔です。それぞれもう行き先が決まってるんですね。決まっております。ああ、すごい量。お姉さんは何をされるんですか今から？こちらもう海苔の中でもですね、ピッとこうカッターで切ったようなそういった破れがありますので、はいそれを今からこうバッと見ていくんですね。こういう手作業ですかこれ？これあそこの機械では拾ってくれないので、全て人間の目でパラ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 として、すごい。はい、それで見ていきます。なんかもう銀行の人みたいですね。手先が器用。そうですね。あそこで袋詰めしてる。ああ、真空されてた。すごい。あっという間。いろんな機械があるんだな。面白い。わあ、刻み海苔だ。わあ。すごい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 。細いですね。かなりもいい匂い。よく祇園とかああいう高級料理屋さんの小鉢の上にかけていただいたり、で少しかけるだけでありますあります。高級感が出ますので。数回ですけど、そういうお店に行った時見ました。輝いてますね。全部食べたい。これ美味しそう。こちらでは切ったりいろいろするんですけども、家系ラーメンとかに乗ってる海苔でしたら、この海苔を10文字に切るんですね。十文字。はい、4等分にしてるんです今から切るんですね。そうです。はい。あ、すごい。めちゃくちゃ切れるナイフですね。海苔って切るの難しいのに、これ海苔のカットの方向とかもあるんですよね、きっと。あります。はい。もう縦切りとか横切りとか。じゃあもう皆さんこう向きを間違わずに揃えるっていうのも一つの仕事だし。そうですね。それ間違えるとやっぱりもう全く違う商品になってしまいそうますので。ですよね。わあ、大変な仕事、神経使いますね。そうですね。ですからもうあそこにあるのは加工指示書なんですけど、はいみんなこれを見ながら細かいこう指示がありますんで。ちょっと多分お見せできないですそうでけど、すね。はい。どうだろう、社長が私に指示する指示書が
があるんですけど、それの1万倍細かい内容が書いてます。わかりやすいかなこれ全部ご要望にお答えしてお作りするんですね。そうです。でどういうカットとかですね、焼き方とか焼き具合とかもしっかり焼くのが好きなお客様もいらっしゃいますし、焼きの温度を落として焼かないといけないお客さんもありますし、でもそこまでやらなくてもいいんじゃないですか。ダメなんですか。それが西部のり店の良さなんですよ。うちの商品はこれだからこれを買ってくれじゃなくて、もう要望を聞いて、全部カスタマイズしてお出しするってそうですいう。ね。もう基本もそういうスタイルですね。ああ、営業努力されてますね。すごい素晴らしい。ちょっと待って、もう海苔がすごい。初めて見た、人生でこんないっぱいの海苔。皆さん海苔っていうと何種類かで済むんじゃないかと思うと思うんですけど、多いお客様だと5、60アイテム一社でですか？一社で、すごい。そこからまたいろんなユーザーさんに行ってもらってるんですなるけども、ほど。でもそれだけやっぱりこう人の日常に馴染んで、なんか日常的に食べられるから、それだけいろんな需要が出てきてるってことですよね。はい、海苔ってやっぱりお客様って職人さんであったり料理屋さんからラーメン屋さんまでいろんなこだわりがあって、そのこだわりにそぐわないと、やっぱりクレームとして上がってくるんですよ。そうですね。割れちゃう。これは何ですか、その西さん昔からこういう営業を個々でされるってことですか。うちならこういうことできますよっていうのをされてきたってことですか。昔はやっぱり本屋さんからアメリカに変わるってことを口では言うけどなかなかできないじゃないですか。そうですよね。本当そう。会社としてどうやっていくかっていうやり方が分かんない。でだからひたすら飛び込み営業だけやってます。飛び込み営業？社長も？やりますよ。バリバリやりますよ。本当ですか？本当です。本当ですか？バリバリやりますよ。バリバリやりますよ。一番元気飛び込み営業。あ、そうですか。ですね。でも2人で入られて事業の根底から変えるっていう取り組みをされて、今ようやく加工メーカーとして利益もしっかり出して大きくなってきて、こんなにたくさんのお客様がいらっしゃっているとこうこれだけ見てるとすごくわかるんですけど、私ちょっと気になるのが海苔って去年もそうですけどすごく不良もあるし、うちも海苔めちゃくちゃ値上がったんですよ。でしかもなんか今まで使ってたいい海苔が手に入らなくな、数が取れないからって言ってグッて上がって使えなくなっちゃったりとか、そもそも海苔っていうのはみんなが食べてる海苔は養殖ですよね、ほぼ 100%。よく見るのは牡蠣の殻みたいなのに海苔がブワーってついてきてるのを見たりするんですけど、あれのことですか？そうですそうです。それがやっぱり胞子をね、その牡蠣の貝殻から出さずに、もうずっと成長しないまんま、張った時のままになってるんですよ。それはやっぱり昨今の海水温が高いからですね。一度少し高い。一度高いってことは人間でいうとものすごく高いことなんですよ。だからみんないい海苔が手に入らなくなったっていうのはそういうことなんですね。ですから今コンビニエンスストアも上がりましたよ。おにぎり。そうですそうです。200円超えなってますね。多分もっと上がるでしょうねまた。そうか。意外にやっぱり意識してないところで波が来てるわけですね、私たちの身の回りにも。ここ最近の海苔の状況っていうのは近年に比べてどうなんですか？すごく悪いですか？悪いですね。すごく悪い。めちゃくちゃ悪いですね。本当にはしご外されたような。もう一気に生産量がガクッと落ちて、海苔屋さんのビジネスっていうのが私はよくわかんないですけど、結局1年でワンシーズンだけ買い付けをして、それを1年間かけて売っていくっていう。だからそこが確保できなかったら、その年はもう赤字みたいな。もう廃業ですよね。廃業。そんなレベルですか？物が悪くても高く買わざるを得ないこともありますし。だから2年前のちょうど原価が我々でいうと倍になってます。それを1年間抱えるので資金も倍なんですよ。それは確かに廃業っていう選択肢を取らざるを得ない会社も多いでしょうね。それができる会社って一握りなんですよ。体力がないと。っていうのがこの海苔屋の現状ですね。でもコロナでもう大変で、コロナ終わったと思ったら海苔業界こんな、不良が続いて大変で、海苔業界全体として後継者問題と、水産もそうなんですけど、やっぱ儲かるとか、これから未来が明るくないとやっぱり若い方が興味持ってくれないじゃないですか。先につなげていくってすごく大事なことだと、もう食文化ですし、言って。
このなんか海苔業界に希望を持てる話があるといいですけどね。でやっぱしダメだっていうんではなくてね、いろんなことを取り組むと、やっぱり社員たちも魅力を感じる、楽しいじゃないですか。だから今はその化粧品を売っていこうってこともやってますし。化粧品ですか？今のこの化粧品ですね。これが噂のあれですね。そうですそうです。海苔屋さんなのに化粧品、はい、っていう新しい取り組みをされているという記事見て、はい、すごい会社があるんだなと思って今日お邪魔したんですけど、なんでまた？ものすごくやっぱりコロナの時暇で、本当に受注もないので、社員たち集めて、できることは何かっていうことを話し合ったんですよ。でこの持て余した時間をね、有効活用した会社だけが残っていけると。いやもうその通りです。で僕はこの業界入った時にたまたまテレビで昆布製品のね化粧品をやってるのを見たことがあって、もう30年前とかの話ですか？じゃあ海苔でもできるやんと。で僕たちその弟と、この会社入って、こうさっきの蓋開けてね、海苔触って、でもっと寒かったし、で手も荒れるしカッサカサやったんですよ。ひび割れもするし逆向けもするし。そうですよね。だからそういうハンドクリームみたいなのがあったらいいねっていうのはもうずっと昔から言ってたんですよ。30年も前から。じゃあ30年間の構想を経て、そうですそうです。この海苔業界の現状を変えようと。結局こう海苔で化粧品を作るっていうのはもともと海苔が何かこう化粧品として使える成分があるっていうのは知ってたんですか？知ってました。はい。それがポルフィラン。はい。ポルフィランっていうのはどういう成分なんですか？海苔にしか含まれない保湿剤ですね。保湿剤。はいはい。へえ。ポルフィランは海苔にしかないから、ポルフィナースっていうネーミング。ポルフィランと肌をケアする、治すっていう。で造語でポルフィナースっていう名前にさせてもらいました。面白い。実際この原料は海苔のどういうものを使ってるんですか？これがですね、こういう保湿剤ってすごくいい海苔を使われてるっていうイメージなんですけど、この温暖化で廃棄するような色落ちした海苔がやっぱあるんですよ。そういう海苔ほどこのポリフィランが多く含まれてるんですよ。そうなんですか？そうなんですよ。出荷基準に見合わないって普段はするような海苔からの方がポルフィランが抽出ができるっていうのが多く含まれてますね。分かった。それの活用ができるってことですね。できます。はい。すごい。これからやっぱ温暖化ってすぐ治るものじゃないと思うし、これから先そういう海苔の活用方法が見つけられるっていうのはすごいことですね。そうですね。じゃあ皆さんありがとうございました。お邪魔しました。色が落ちた海苔の方がいっぱい取れるんだって、その保湿成分が。すごい研究したもんだな。偉いもんだな。化粧品をもう30年間の構想を経て作ったという。すごいね。すごいよね。すごい。これちょっと社長に試してみてもらえ。私はね結構もう使って正直めちゃくちゃいいです。オールインワンだから全然ズボラの社長でも大丈夫。これをつけるだけで。白いんだな。なんか海苔だから黒いかなと思っていた。白いんです。っていうかさ、海苔って言って聞いた瞬間にさ、非常になんか愛着湧いてくるよね。なんかいろんなものを混ぜてさ、香りつけたりするより、これ香りが別に特別変な匂いしないわけで。無臭？これしっとりするでしょ。もちもちって。これやっぱ保湿がいいんだな。これ1日1回やればいいの？そう、朝はでも洗顔した後にこれしてもいいし、夜だとこの美容液、これはこのオールインワンの後にさらに塗る。こんだけやっときゃこれ真冬でも大丈夫だなこれ。そうだね。これからの時期いいよね。でこれさ、首に年齢出るかここすごい塗る。首な。私も面倒くさがりだから一緒に塗っちゃって。いや僕は意外と美には見たことない。見たことないけど、でもこれ塗るぐらいならいい。いや全然。これだったらもうここに置いといてちょっとつけるだけだもんね。そう。だけで結構ね張りがピンって出るからね。しかもこれ全然高くなくてさ。本当？私なんか高いのかなと思ったんだけど。大体普通の化粧品がいくらかわからないの。でもこういうのって美容液とかこういうのってさ、1万超えって普通なんだよ。だから私ちょっとドキドキしてたんだけど、4000円ぐらい。これしたらこれでいいじゃん。そうなの。だから私今これリピートしようと思って次の買おうと。なるほど。しかも海苔らしく瓶が黒いところがおしゃれだね。それは意図してるかわかんないけど。これご飯ですよみたいな感じでね。
ご飯ですよみたいなけどさ、やっぱりいつまでもかっこよくしていきたいもんね。そうやっぱりその女性だけじゃなくて今僕もやってみたけど、やっぱ男の俺たちだってこのノリだったらさ、なんか罪悪感がない俺、なんか普通のなんか化粧品のあれだと少しちょっとお前なーって思うけど、わしはノリつけてますせだったらさ、なんか許されるような気がするんで、みんな頑張って使えば使うほどさ、ノリの業界の応援にもなるしさ、その SDGs というか発揮するとか、使えない食用にならないノリのこう生きる道、そんな大量にあると知らんかったの。そうなの。そういう意味では応援したいなと思って、すごい。なんか私この化粧品をみんなに紹介するのってちょっと抵抗あったし、普通断るの、この YouTube とかって紹介してほしいみたいな。関連性もないさ、そうだもんね。魚以外やりたくないんだけど、やっぱり海苔の今業界がひどすぎて、でこれがもうずっと続いてるから、こういう水産の新しい取り組みの形として必要だよな。紹介するのはなんかすごく応援したいから今回なので、見てる皆さんぜひちょっとトライしてみてください。どうだい？だいぶ変わってきたかい？そんな速攻性はないと思うけどね。でもやっぱりこう自分の肌がさ、いいとさ、近くで見た時とかもね、だって結構 YouTube 撮るとさ、気になるでしょ。気になる。最近さ、なんかいいやつカメラの 4K だとなんか毛穴までさ見えちゃうんだよな。毛穴にはやっぱ保湿だからね。ちょっとこれ使わさせてもらいます俺も。では皆さん社長の肌の変化も見て見てください。今日からつけます。今日からということで、今日は西部のり店さんの新しい取り組みをちょっと紹介してみました。で水産業界の新しいこういう形っていうのもねあると思いますので、いろんな業界の方の参考にもなればなと思って取り上げてみました。せっかくであれば皆さんも概要欄の URL で一度試してみてください。魚屋おすすめです。何の日かな。ということでバイバイ。これさっちゃん使ってないよこれ。あ、よくお気づき。さっちゃんもうこれね3個リピートしてます海苔食べながらこれやったらもっと効果倍量かな。そうわかんないけど、すごいね、肌がめっちゃ綺麗になってる。乾燥してないよな。すごいきめ細やかっていうか、やっぱ保湿だからかな。しっとり系ってやつか。そうで、なんか友達にもさ、これ嘘みたいな話なんだけど、本当になんかもちもちしてきてるから、さっちゃんの友達に化粧品何使ってんのってすごい聞かれて今勧めてるらしい。海苔ですって。なるほど。そうそう。でもいいわこれ。